一晩でクモの巣張ってるここ。急に雨降ってきた。半分凍ってるから長めかな。動画の準備完了。熱っ。釣り人が何人か、一人ウェーディングしてるな。はあ、これは分かりやすいね。最高ですね。カラッとした天気なんで全然汗もかかないし、風呂は明日釣りしてその後
醤油がどうしよっかな。あら汁にするか。火器禁止じゃないキャンプ場とかだったらガスを使います。ポタ電の電気をセーブできるんで、ガスコンロと IH を使い分けて。味見。うまい。若し侮るなかれ。うま。ゴーヤもなんか出汁出てんのかな。っていうかこれ別に今日食べきる必要もないのか。多分明日まで食える。卵めんどいから。もうなんか見栄えもいいぞこれ。ただ味噌汁のお椀がないから味噌汁だけ鍋直。ほんとマグロが釣れた時に開封したかったけど、こんぐらいにしとこう。若しの漬け丼、あら汁、ゴーヤ入り、左大臣なんだっけ、最強のやつ。いただきます。ごま油効いてる。ニンニクが意外と主張が弱い。うますぎですやん。このやり方だったら油が乗ってない沸かしとかでも十分にうまい。うまっ。追加。37.8 とかだったんだよね。なかなかだね。もう編集してたらね、くるちゃんがオーブントースターに近づこうとして「いいからダメ」って言ったらスって離れていったんよ。へえ。偉いねって言ったらミャーって言ってた。自作のフックでマグロを狙います。明日本当はルアーも自作したいけど、それはまだハードルが高いんで。しゃあ整った。
4時にかけてたんだけど2度寝して5時20分。いい感じ。玉城くんの竿でどんな感じかやってみたいよね。初キャスト。なるほど。ポッパーむずいな、船でポッパー。120g。この後ね9時ぐらいから風が強まるんで超短時間であと1時間ぐらい限界だけど、中心どんぐらいあるのこれ。水温が高いからトップよりジグの方が出やすいと思うんだけどね。ジグ全然しゃくれねえよ。ジギング用の竿を持ってくればよかった。いろんな失敗を経てガチガチのノット組んでフックも作って、自分なりにはほぼ完璧に準備して条件の整ったフィールドに今いるっていうこの状況がまず第一歩だよね。トップが楽だわ。釣れるときポッパー放置で釣れるからね。前島で俺が逆掛けした人2回どっちもポッパー放置いいと思うね。ガチガチにテンションかけて巻いて1日投げ倒しても大丈夫なぐらいガチガチに締めてある。なんかねマグロをターゲットにするとあらゆるボロが出てきてね、このノットとかあそこのノットとかフックとかフックはあれわかんない。合わせとかやべ速攻でエアノットできてみたい。ライントラブルだ。でこんなこともあろうかと予備のスプールとリールを用意してるんで2回交換できる。もうすでに風わーってなってきて、なんかマグロの規制がもともと毎月5トンまでっていう規制だったのが7月8月に釣れまくったらしくって9月から3トンになるって。で今日が9月の4日なんだけど4日の時点でまだ今月もうダメですっていうふうにはまだなってなくって奇跡的に今マグロ狙いができてる状況です。本当はもっと岬の先端のさらに先ぐらいまで行った方がいいんだろうけどちょっと怖いよね初めてで。今日も実はもっとできた説があって、なんか今日も実は一日できた説があるんだけど、見る予報のなんかピンポイントの場所とかサイトによって全然違うから、一番良くない予報のやつを信じて撤退したんだけど、それが一番いいのかな。安全第一だからな。明日もワンチャンできるので、規
生が始まらなければ。これじゃねえか、もっと先か。パンツとこれと夜市観光温泉、シャンプーリンスなくて500円か。もう古いからねここいやそれがいいんですよ。もう40年なんだ。へえ。あー気持ちよかった。最高の温泉を見つけてしまった。北海道チェーン、サンマの季節か。こっちは生。あ、そこにイオンがあるんだ。イオンに味の時計台っていうラーメン屋さんがある。なんなら買い物もイオンでできたし、ダイソーもセリアでそこに100均あるから、ここに来れば全て事足りたな。味噌ラーメンいただく。こんにちは。釣れました？マグロですか？いや、マグロ全然。マグロいなかったですか？跳ねてなかった。あー、何釣れたんですか？まあ、ホッケー、深場でちょっとホッケー釣ってきて。あ、深場でホッケいるんだ。なんか散らばってる感じしたけど。あー、ありがとうございます。お邪魔しました。乾杯。気持ちいい。電波悪い？北海道はいかがでございますか？全然ダメ、今んとこ。明日、明後日ぐらいまでもうちょっとマグロ狙ってみて。マグロいます？今日はダメだって。今日は俺もプレジャーボートで帰ってきた人が聞いたらダメだって。早朝だけ出たんだけど、全く気配なくて、もうすぐ帰ってきちゃったけど。ちっちゃい若しがこんな十分な量の食料になるなんてね。いただきます。
湖みたいに穏やかだ。昨日とは全く違う。明日もうちょっと今日より沖に出れると。やばい、豚キム作ろうと思ってたのに肉解凍してなかった。やばい。炊飯器の上で温めとこう。でしてなぜかマイナス20度になってる。いただきます。あー、うめえ。寒いですよ、北海道。21度か。寒い。おはようございます。北海道寒いわ。もうFヒーターつけてもいいぐらい。ちょこちょこ目覚めちゃったけど、若干寝足りないけど、そこそこ寝れたんかな。外はまだ真っ暗。ちょっとこぼれてるけど。なんか急に海の感じ変わったな。30メートルか。30メートル。今日はもう一組いたんだけど、多分後から出てくんだけど、なんつってたっけな。ブリ狙いって言ってたな。40から60メートルラインを攻める。だから、ちょっと俺も、ブリでもいいから釣りたいな。マグロ釣りに来たんだけど。ちょっとなんか海の雰囲気がいいからやってみよう。あの岬の沖がポイントって言ってたな。
やっぱこのタックル一番やりやすいな。昨日ほどうねりがないから怖くないぞ。エンジンさえぶっ壊れなければ。さっきの人 LINE 聞いときゃよかったな。いざという時に助け合うから。39メートル。ベイトいねえ。北海道来てからベイト見てねえな。いや、一昨日はいたか。なんか釣りたいな今日は。おかず釣りたい。いや、今日最高の釣り日和だ。これでマグロが釣れたら最高なんだけど、マグロが跳ねた瞬間投げるぞ。草かな。日中岩礁帯だね。魚絶滅した？もしかして魚いたら見えそうだな。釣れないよ鳥さん。つうか魚が全くいない。完全坊主。カラスに開封されちゃったんで。よし。一平さんなんて久しぶりだな。多分マヨビーム怪しいマヨネーズをちょっと。あがきの栄養補給。いただきます。あ、卵いいわ。蜂が巣作り始めたよ。こいつ完全に巣作ってんじゃないか。物運んできてさ、なんか塗りたくってんだけど、カーテンの隙間に。お前巣作んなよ、こんなところに。何泣いてんの？なんか今日はのりさんと肉を焼いて食って飲んで最高でした。これ地元の人と一緒に交流するっていうのは最高に楽しいですね。旅の醍醐味だったの。明日ここで出す予定だったんだけど、予報が急に変わって風が強くなるっていう感じだったんで、多分朝起きて移動することになると思う。今8時半だけど、とりあえず寝て4時に起きて作戦会議。のりさんのボート
アキレスのすげえ、これ車体に固定してんの？車体に固定してるんすね。椅子のうん、止め穴。すげえ、そんなアイディアがあった。おらー、おらー。お、食ったほら食った若しなんだよ多分。あいつひな鳥だよな。魚探反応なし。あれ、のりさんなんかかかってる。なんか釣ってるな。何ですか？風結構あるな。お、反応あるな。何これ。あるね。はい。初めてだ、こんな反応。てか俺1投目で沸かし釣りましたよ、湾内で。湾内ってか、うわ、こんな反応あんの初めてだわ。風が強いですね。試薬入れればね。ああ、かじられまくってんの、ワームが。フグがいっぱいいんだ。お、来た。やっぱいるわ。てい。お、来た。トゥルルーン、若しホールで若し。うわ、やってない。臨時休業また書いてある。もうずっとやってない、ずっと休みなんじゃないですかこれ。やる気ね。いつまで休みか書いていただきたいですけど。じゃあ今日もジェントルマンいきますか。いただきます。のりさんも全飲みじゃないですか。視聴者さん声かけてくる。小野さんご夫婦ありがとうございます。サーファーのたまには山に来たくなるんで、海山ちょうどいいよ。うわ、結構混んでるね。交流促進センターベン。なんか前来た時はドロドロの泥湯みたいな感じで、床にそこに温泉の泥がいっぱい溜まってて、それを肌に塗ってなんか快感を得るみたいな感じの温泉だったんだけど、今回は
泥がなかった。多分季節によって泉質が変わるんだろうね。これ吸いすぎたら多分死ぬんだよね、硫化水素。絶対に入らないでくださいって。こん中入ったらやばいでしょ、灼熱だよね。こななめだな。これは寝れねえや。1泊500円。この駐車場いいじゃん。これ500円で車中泊やらせてくれるね。うわ最高じゃん。ちょっと斜めってるけど、いいじゃん。ここでしよう。ちょっと受付に人がいたら車中泊いいか聞いてみようか。500円で車中泊も可能だってことで、今日はここで寝ます。五色温泉がもう徒歩圏内で行けるってね。朝風呂入ろっかな明日。あそこも硫黄泉で最高なんで。受付とここはトイレで、この上がキャンプサイトで、炊事場。なるほど。ちょっと水を汲ませていただきたい。めっちゃ足長いなこいつ。海辺のキャンプじゃ激混みだったのに、ここはガラッガラだな。超過はなかなか芳しくないけど、今6時。夕飯食うか。あ、やべえ、海子グラスのりさんにあげちゃったんだ。やばい、1合測れない。適当にやるか。これがちょっと多すぎるんだよな。軽量カップ買えばよかった。マックスバリューで。ガチガチに硬いよりは俺柔らかめの米の方が好きなんで、これを信じて適当米でいきますよ。1000枚スタート。これにぶち込めば関係ないかと思った。よし、サンキュー。ブロッコリースプラウトこんぐらいパーンってちょっとか。目がやばい。ちくしょう。お疲れ様です。いやーマジでこんなに苦戦するとは思ってなかった。いや、マグロが釣れないにしてもなんか他になんか釣れるだろうって思ってやってたけど、何にも釣れないし、岩場でガヤとかもいなかったし、何だったんだろうあれ。63% あればまあ大丈夫。熱っ、水蒸気熱っ。これは絶対うまい。開けた方がいいな、換気しないと。最初だから6分ぐらいやるか。シャキーン。お、ちょっと焦げてた。一旦産地に。おお、あっつり味ついてる。ニンニク、生姜。あんま油乗ってんな。ちょっと焼きすぎたかった。玉ねぎもいけるね。あっつっつっつ。タラーン。4分。確か4分がベストなんで。タラーン。米炊けた。ちょっと柔らかめだけど多分これいけてるな。うまいうまい、完璧。多分1合もない気がするけどいいわ、これ完璧に炊けてるわ。いやー、ピヨ可愛かったなマジで。
局全部食べきったこれで。うわめっちゃガス。失礼します。うわサンバって 29%。 ガスって何も見えなくなってる。あったけえ救世主やこれ。いやまさか FF ヒーター使うとは思ってなかったな。いやもうちょっと厚着してれば大丈夫なんだけど、みんな厚着の用意してこなかったから、山に来たらこんな寒いんだってな。最高の暖房器具です。真冬でも使える。20% オフ。あっと500ml が一瞬でなくなるんだ。でも1リットルだと縦で入らないから 500ml を2本ずつぐらい買った。今日はこの後サッカーの試合があるんで、ワールドカップの前の重要な試合なんで、ここで観戦する予定。今8時40分なんで、11時からサッカー見て、何時に終わるんだろう。2時ぐらいには終わるから。そしたらその後どっか移動しようと思ってます。ハスカップジャムと蜂蜜。これ群馬の沼田の蜂蜜。いただきまーす。このありさまです。何も見えない。 FF ヒーターも消しちゃったけど、あれのおかげで湿度もだいぶ下がった。 85% ぐらいまでいってたんだけど、こんなにさ 57% まで下がった。マックスバリューで声かけてくれた岩内の小野さんがくれた札幌の焙煎屋さんのコーヒーらしい。結構大量に入ってるんだよ。いただきます。今受付の人に聞いたら2時ぐらいまでいても大丈夫っていうんで、心置きなくここでサッカーを見てから行きます。行くっつってもどこに行くか何も考えてないんだけど。日本対メキシコ。AUX 音声。ここはね、ここはドリンクホルダーでしょ。
11時キックオフだけど、あ、9時半からもう番組はやってたんだ。10日じゃない、こっちだ、これだ、ライブ。シェー、量が一番大事だと思いますね。運転席を倒してることでめっちゃ快適な形のシートになった。量やってきた自信だけはありますね。最高の視聴環境だよ。プレイヤーです。さあ、よーし行け。前半が始まりました。白いユニフォームの日本。前半 0-0。ないかなとは思います。ハーフタイム中に飯を作る。もうこう行くのに対して本当こう行ってほしいですね。叩いてさあそのままね、はい、これに入っちゃった方が、プレミアリ楽天最強 UNEXT ひたすら同じ CM 流します。いいかも。メキシコボールで後半が始まり、置いたのは久保ディアです。ハーフタイムは両チーム右足パスとこのシュート。惜ししかしマラロンが指導。秘伝のスパイスってのはどんな。ちょっとか跳ね返したのは板倉。いただきます。走ってましたが、めっちゃ押し込まれまくってるじゃん。正面の温泉に移動してきた。やってるかな。雲出没。8時までやってんじゃねこれ。しかも空いてそうじゃね。ちょっと高い。あ、セルフなんだ。よっしゃー。ここ温泉最高なんですよ。硫黄の温泉めっちゃ硫黄だ。でどうしようかな。洗濯したいんだよな。服がなくなっちゃったからそれか。コンビニなのに野菜が売ってんのすごい。ニセコのコインランドリーは高いのかな。すごい Wi-Fi あるんだ。洗濯乾燥10キロ1300円。あ、4キロで1000円もあるんだ。それだ。硬貨を入れてください。運転を始めます。やったね。3時。爆池コインランドリー。あ、ここで Wi-Fi 使って作業もできんだ。ちょっと編集でもするか。運転が終わ
ご利用ありがとうございました。乾いたかな。洗濯物の取り忘れにご注意ください。4、5日分ぐらいの洋服たち。